アイアンはダウンブロー、はい、ダウンブローに打つためにも、ちゃんと正しいハンドファーストっていうものを覚えなきゃいけないんですよね。で今回は3つのポイントを押さえて、飛距離アップを出していきたいんですけど、1個目がスイングの軸、で2つ目がヘッドスピードを上げる腕の使い方、で最後がボールの捉え方。おー、皆さんこんにちは、ひがです。まえです。お願いします。はい、ということで今回はですね、アイアンの飛距離アップ、7番アイアンの最大飛距離を出す打ち方についてやっていきたいなと思うんですけども、アマチュアの方って7番アイアンすごい多分コースで使う人多いと思うんですよ。萌えは7番よく使います？私は結構愛用してますね。愛用してるんだ。コース行ったら本当よく7番使ってて、7番アイアンもうちょっと飛距離伸びればパワー率上がるのになって思う時が多々あります。わかるかも。でもそれは本当に男女問わず私はそうだと思うんですよ。パワー率を上げるにはやっぱある程度の飛距離が必要なんだけど、力に頼らずに今回は3つのポイントを押さえて、飛距離アップを出していきたいんですけど、1個目がスイングの軸、で2つ目がヘッドスピードを上げる腕の使い方、で最後がボールの捉え方、この3つについてやっていければ今よりも絶対飛距離は上がってくるし、しかもそれを力じゃなくて効率よく飛ばしていくので、練習と本番でなんか距離が違うなっていうこともなくなってくるんじゃないかなと思いますので、今回はそのレッスンをやっていきます。はい、お願いします。お願いします。ひがもえの YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページお電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み質問の欄にひがもえ無料レッスンとご記入ください。お電話の方はひがもえの YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。ということで早速説明の方に入っていきますが、オープニングでも言ったように飛距離を出すための3大要素のまず1個目、軸ですね。軸ブレは私は大きく分けると2種類に分かれるんじゃないかなと思うんですけど、まずは1個目、スウェーですね。自分の軸よりも体が左右に流れすぎてしまっている打ち方、こうすることによって力が外に逃げてしまうのでボールにうまく力を伝えられない。2つ目がリバースピボット。頭を動かさないってみんなよく聞くと思うんだけど、この頭を動かさない意識が強すぎるがゆえにとか飛ばしたいからと思ってオーバースイングとかになりすぎて体がこうのけぞる。体重の重心値が逆なんですよね。この2種類かなと思うので、まずは自分の軸がどこにあるかっていうのを理解してほしい。アドレス7番アイアン基本的には5対5でアドレス構えますね。5対5で構えたらバックスイング上げる時っていうのは、6-4かもしくは7-3ぐらいに右に体重が入ってくるんですけど、この時に自分の軸っていうのは右足の外側から骨盤ここにあるんですよ。ちょっと斜めにあるようなイメージ、で背骨で意識するっていうよりかは私は右の足の外側から骨盤であると思った方が体重移動が上手にしやすいかなと思います。ここから腰がこう出ることもないように右サイドに45度腰を回す。でここでちゃんと6-4もしくは7-3右足に体重が入ってればここがトップの位置になります。でここから次ダウンスイングからインパクトにかけて左側の軸っていうのは足の外から垂直にまっすぐにあると思ってほしい。なので右に入って次は左の外側までこう腰が入ってここから腰の回転が入ってくるようなイメージを持ってほしいので、どっちもこう骨盤に沿ってあるとそれこそこうリバースピボットになりやすかったりとかするので、まずは自分の軸がどの範囲なのかっていうのを頭に入れておいてほしいです。2つ目がクラブを加速させる腕の使い方。
をやりたいんですけど、これは腕の使い方、コックっていうのもあると思うんで、まずバックスイングトップの位置に入るまでのこの3クォーターの位置ですよね、はい、3クォーターの位置の時にクラブと腕が90度になってるかどうかを自分のスイングを正面から見てチェックしてみてほしいです、はい、これがクラブが寝てる状態に近い人っていうのはクラブを効率よく使いにくい、パワーだけで打ってるタイプのスイングかなと思うので、はい、なるべくコックしっかり入れて、ここから左腕をしっかり自分の顎の下まで入れてくるとクラブが3クォーターの時には90度になってる、この90度になったこのコックがために変わってくるので、ためをキープしたまんまリリースしていくんだよね。ドライバーもアイアンも基本的にはためとリリースでヘッドスピードを上げていくような意識なので、まずはしっかりためること、ためてダウンに入ってインパクトにかけてリリース、解放していって、しっかりフォロースルーでも次右腕とクラブがまた90度になっているような意識があるといいかなと思います。じゃあ最後がボールの捉え方。ボールの捉え方も皆さん分かってると思うんですが、アイアンはダウンブロー、ダウンブローに打つためにも、ちゃんと正しいハンドファーストっていうものを覚えなきゃいけないんですよね。でダウンブローっていうのはボールに対してクラブが鋭角に入ってきて、ボールの先が最下点になることをダウンブローっていうんですけども、その動きをするためにもさっき言ったこのためですよね。しっかりためを作ってためをキープしてボールに対してリリースしていくことによって正しいハンドファーストができてくるし、正しくハンドファーストを打てる人ってアドレスからパッてインパクトの形作れると思うんです。よく分かんないまんま打ってる人っていうのはあんまり正しいハンドファーストが体に入ってない状態なんじゃないかなと思うので、アドレス構えたら自分のインパクトをパッと作れるぐらいにインパクトの形をイメージしてスイングすることはとっても重要なんじゃないかなと思いますので、練習ドリルを説明していきます。ということで、じゃあ早速ドリルの方に入っていきますが、この3つはセットだと思って練習してほしいので、組み合わせながらドリルをやっていきます。用意するのはね、7番アイアンとあと1本クラブ、これ8番アイアンを持ってるんですけども、まずいつも通りアドレス構えます。自分のスタンス幅、ボール位置、7番アイアンのボールの位置は真ん中よりもボール1個左。ここでこのあと1本のクラブを右足の外側からまっすぐ倒してほしいんですね。この状態を作って右足外側に置いたクラブには、このヘッドが当たらないように振っていくんですけど、まずテイクバックで当たる人っていうのはコックが足りなすぎて3クォーターの時に腕とクラブが90度になりにくい人なので、ちゃんと足の外側のしっかり避けるようにコックを入れて、ここから肩を90度に回してくると90度になりやすいので、まずはコックの練習ね。でここから次ダウンスイングからインパクトにかけてもやっぱりためをほどいてしまう人っていうのはこのクラブにボンと当たっちゃうので、ここからためをキープした状態でここからリリースで、この時には3クォーターでやってほしいです。胸から胸の高さで90度を作った状態でのスイングを心がけてください。ということで今説明した腕の正しい使い方とボールの捉え方、この2種類を組み合わせたドリルを私が打ちます。こんな感じ。当たらなければちゃんと正しいダウンブローで打てるし、ローポイント、クラブの最下点っていうのもちゃんとボールの先に入ってくるので、自分の練習ですぐできると思うんで、ゆっくりでいいですよ。ダウンスイングクラブに当たるの怖いっていう人はゆっくりでいいので、でも3クォーターまで振り幅をちゃんと上げててほしいです。じゃあ次は軸ブレについてやっていくんですが、まず最初スウェーが強い人はワイドスタンスでボールを打ってほしいなと思うんですけど、これも7番のまんまでいいので、いつもよりも2倍ぐらいちょっと広めにします。で足幅広げた分膝を曲げやすくしているので、膝しっかり曲げてお尻をしっかり後ろに出します。こ
このお尻を出した状態でクラブ若干短く持ってていいので、足のかかとが上がらないようにすることと、プラス自分の背骨がここにまっすぐドンとあると思って、この背骨がまずぶれないように連続で振ってほしい。はい。で素振りして自分の背骨がぶれてない感覚がつかめてくると思うんです。そしたら体重を左の乗り始めてあげると、でもなるべく背骨はぶれてないような感覚を意識してほしい。これで実際にちょっとボール打ってみますね。はい。これも3クォーターでいきます、こんな感じ。なるべく自分の軸ブレっていうのがしてないかどうかを正面から自分のスイングは見てあげるように、徐々にできてきて軸ブレなくなってきたなってなったら一気に通常スタンスに戻すというよりかは、ちょっとずつ自分の足幅に戻してきて、どの辺から自分のスイングのブレが出始めるかっていうのをまずは自分で理解すること、はい。反復練習をしてください。はい。じゃあ次リバースピボットね、はい、重心位置で意識しても治らない人は、おへその向きですね。バックスイング上げるときにリバースになる人っておへそがこう上に向こうとするんですよね。おへそは前傾したこの下向いたまんま右に回ってくる。なんでちょっとバックスイングの時ではおへそってだいたい右下向いてるような意識があると、ちょっとやっぱ右に入りやすくなるので、おへその向きが右下で左にしっかり乗って左下向いて終わるような、前傾キープしてるような意識があるとリバースは治りやすいかなと思いますので、はい、自分のおへその向きをゆっくりでいいので、バックスイングでちゃんと右下向いてる、インパクトもちゃんと下向いて、フォローにかけてもちゃんと下向いて終われるような練習をするといいかなと思いますので、はい、これはさっきのこの棒を置いたやつとリバースの人は同時にできますので、ちょっとワイドスタンスだけはできないけど、組み合わせて自分なりにやってみてほしいです、はい、じゃあクラブ置いて、はい、リバースしないようにおへその向き意識した時のスイングやってみますね、はい。こんな感じ、はい。なのでちょっと意識すること多いかもしれないんですけど、ゆっくり丁寧に自分のスイングを正面から見てやる方がいいんじゃないかなと思いますので、はい、やってみてください、はい、じゃあ萌えにもお願いします。はい、お願いします。お願いします。ということで、じゃあ実際に萌えに打ってみてもらうんですが、はい、最初はもう実際の萌えの今のスイングを正面から取ってみましょう。はい、そうですね、いきます。はい。おお、いい音。おお、でも120ヤード、ちょっとじゃあ見ていこうかな。今萌えが打ったスイングと実際の私が打ったスイングを見比べていきたいんですが、はい、バックスイング上げてくるときに、はい、軸今右足と左側で引いてると思うんですが、ここ下半身の動き方で、ここが今お互いのトップポジションになってくるんですけど、前の場合背骨がぐっとこうのけぞってるの分かります？でしかもなんかもう前傾がここがないんですよ。なんかもうここまで浮き上がってるってこと。そうなんでおへそがね完全に後方向いちゃってるので、右に乗ってるつもりだけどおへそが起き上がっちゃってリバースになっちゃってるから、ここの動きからのダウンスイング見てほしいんです、はい、リバースになっちゃうと体重がね左に乗り切らないんですよね。この時お互いもダウン入ってると思うんだけど、私ってもう左の外側まで来てるじゃないですか、はい、でも萌えってアドレスにやっと戻ってきたぐらいなんだよね。やっぱりリバースの人体重移動がね次できないんですよね。なので打つ時もずっとね左に来ないんですよね、逆に今打つ瞬間腰がねこの左の外側の軸から遠くなったので、なんかほぼアドレスの位置で5対5でボールを打ってるんだよね。インパクトっていうのはほぼ91とか82ぐらいでボールを捉えとかなきゃいけないんですけど、うまく体重が乗らない、はい、でその分チキンになっちゃう。最後になんか
乗りましたみたいな一応乗ってますよみたいな雰囲気で、フィニッシュだけ作りに行ってるので、はい、まずは体重移動の練習と、ちょっとおへその向き意識してほしいですね、はい、で頭の位置も基本的にずれても大丈夫です。頭は背骨の上にずっと残ってるってなるとやっぱこうのけぞりやすいので、頭はねちょっとやっぱ右に動いても全然いいので、おへその向きと頭の位置ちょっと意識しながらいきましょうか、はい、じゃあリバースなんで同時にいきましょうか。はい、おへその向きね、コック入れて、そうもう一回怪しいぞ。うわ、ここでうわ、お腹グッてこうへこませて、そうこういうイメージ。なんか低くなります。あ、そういう感じ。低くなるっていうか、おへそがこうのけぞるタイプなんで、ちょっとやっぱこう低くなる感覚にはなると思う。こんな感じ。そうこうだね、こんな感じ。そこ、いいね。これめっちゃスウェーしてんじゃないかって思っちゃう。全然下半身は全然止められてるから大丈夫。さっきよりはちょっと良くなってるけど、まだこうのけぞってるんだよね。下半身が流れてる。これスウェーだね。こう。もう一回ここ止めるじゃん、でここでこなんかわからない感覚。難しいよね。ちょっとやってみるか。やってみよトイレで。全然リバースしてるわ。おー近いぞ。なんかうねうねしてるけど良くなってきた良くなってきた。オッケーオッケー、もう一回みたいな。おお、いや反ってるな。もっとお辞儀して右。そっから振る。ああ、強い音にはなった。そう、OK。今は割と綺麗に作れたと思います。トップだけ。OK。ちょっと慣れてきた。もうフォローはちょっと申し訳ないけど、精一杯だもんね。とって精一杯なんですけど。でも最初のスイングと比べてみたときに変わってると思います。右が悪いとき、左が今のスイング。今こんな感じ。反ってはないね、この反りはなくなってきて、右足の上にちょっと頭が乗るようになってるんだよね。無理にボールを見ようとしてないの分かりますよね、すごいボール見てる人みたいになってるんで、リバースってちょっとやっぱ自分の感覚との違いがありすぎて直しにくいんだけど、正面から見た方が分かりやすい。でここまで作れたら次もえの課題は左の体重移動を練習していけると、もっと強いボールが打てるようになってくるんじゃないかなと思いますので、練習頑張りましょう。頑張ります。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。ということで、じゃあ次は私がビフォーアフターを打っていくんですが、まずビフォーはアーリーリリース、腕の使い方がまず間違えてる、手首のためができてない、捉え方もアッパーブローで打ってる人の打ち方を打ちます。ということで次はアフターを打ちますが、アフターは軸ブレしないようにすることと、正しい腕の使い方、コックの入れ方と捉え方をダウンブローにした時のスイングを打ちます。はい、はい。おー。ということで、私が打ったビフォーとアフターをちょっと映像からまず見比べていきます。左がビフォー、右がアフターになります。まずじゃあバックスイングいきましょうか。腰のあたりぐらいまで。腰のあたり。この時に
手のポジションって右の方がまだ下にあると思うんですよ、でも左の映像ってもう腰よりも上に上がってきてる段階でもまだコッキングが少ないんですよね、で3クォーターまで持ってきてほしいです。今がお互いの3クォーターポジションに入ってるんですけども、左腕が地面と平行の時にシャフトですよね、シャフトがやっぱ右側しっかり90度にクラブが立ってくるか立ってこないかっていうのは最初のコックの位置で結構決まりやすかったりするので、ここでちゃんとコックを作ってます、でトップからそのままダウン入ります。ダウンに入ってきて、インパクト、お互いのストップ、これがお互いのインパクトなんですけど、ためが入らずにそのままインパクトに来てしまうので、手元の位置見てあげると分かると思うんですけど、右手が体の外側にこう外れてる状態のインパクトになっちゃってるので、ダウンブローで打ちにくいんですよね。正しく体重移動ができたとしてもリリースが早すぎちゃったりとか、そもそもためが作れてないとアッパーブローになりやすい。じゃあ次、数値でいきましょうか、まず見てあげるのはローポイント。ローポイントがクラブの最下点なんですけども、左が 6.6B、B の数値っていうのはボールよりも手前が最下点になってるので、6.6 センチ手前にクラブが1回入ってボールに当たるので、ダフりだったりとかトップになりやすい。そしてアタックアングルっていうのがボールに対しての入射角、これがプラスの場合がアッパー、下から上に振ってますよっていう状態、マイナスの時がダウンブローの状態なんですけど、やっぱりビフォーだとプラスの 2.8 になっちゃってるので、ボールの捉え方がそもそも違うよっていう状態です、アフターのローポイントが 3.3A、A の数値ってことは 3.3 センチボールの先を捉えてますね。でちゃんとアタックアングルもマイナスの 1.8 っていう数値が出てるので、ボールの捉え方はダウンブローにちゃんと打ててる状態です。で次、ヘッドスピードですね。ヘッドスピード、ビフォーが31ぴったり、アフターが 33.7 で 2.7 アップっていうところで、ためがしっかりできて正しいところでリリースできればヘッドスピードもちゃんと上がってきます。キャリーがビフォーが 121.2、アフターが 153.1 で 31.9 ヤードアップ、トータルがビフォー133、アフターが 164.5 っていうところなので、正しいボールの捉え方、そして、腕の使い方、軸ブレがなければ最大飛距離っていうのが安定して出してくれるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。e スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。